スケベな匂いがしますね。10月10日は妊娠の日らしいのだが、これ俺みたいな男が外で行ったらセクハラ案件になりそうだぜ。しかもこのガチャ、浅木先生どうしたのよ。とりあえず引いて確かめてやるぜ。これだけのガチャ石があるのに引けないってわけないよな。行くぜ、俺のターン。ドロー。あんなにあったガチャ石が嘘だろ。いや、軽症なのかもしれない。今お腹を蹴ったわ。このチャンネルはタイマニーを紹介するチャンネルではなく、ガンプラや美少女プラモにいかがわしいことをするチャンネルです。さて、今日いかがわしいことをするプラモデルはこのダークアドベントのソフィアです。最近美少女プラモばかりを作っているので、最近俺の頭の中は真っピンクです。このプラモを作って邪念を払ってガンプラとかかっこいいものを作っていこうと思います。よろしくお願いします。さすがダークアドベント、スケベな匂いがしますね。まあスケベとは言いますが、中身はしっかりしております。この素材は女神デバイスとほぼ同じ構造になっているので、可動は申し分なしですね。だが他の女神デバイスとは違って腕や足はスサノオやアマテラスのように少し足が太めになっています。こいつはムチムチ好きな紳士にはたまらない一品になっているってわけですよ。さらに武装パーツの全部がこんな感じ。一見多そうに見えますが、非常に取り付けは簡単。このドラゴンは後ろの 3mm ジョイントにはめるだけ。あとは各武装をはめて武器を持たせるだけ。簡単。しかもドラゴンの可動もしっかりしているため、本体の可動が邪魔にならないような作りになっています。これは素晴らしい。そして武装を取り付けたらやはりスケベですよね。おいおいユチよ、全部がモザイクで何が何だか見えねえぞって思うかもしれませんが、怒られてしまうから仕方ないんです。これはもうね、手に取って実感していただきたいです。なので変態紳士諸君は再販されたらちゃんと買うんだぞ。そして変態行為もいいが、このキットはポージングもなかなか。ダークアドベントはどのシリーズも全体的に中二病をくすぐるデザインでとてもかっこいい。もちろんこのダークアドベント1作目のソフィアもとてもいいんですよ。この騎士のような感じの甲冑と中二病をそそられるこのドラゴンのデザインがとてもよく、ついついいろんなポーズを取らせたくなってしまいますね。気になる点はやはりパーツの噛み合わせ。これはね、もう最悪。この動画を見て変態行為に及ぼうとする初心者プラモデラーには、まずピンバイスかリューターを買うことをおすすめします。このキット、平然とダボ穴が合わないだの、関節が硬いだのが起こるので、ある程度準備してから制作に挑んでほしいです。ハンドパーツは装甲付きが5種類、普通のハンドパーツが4種類、表情パーツは5種類だが2つはなくした。ざっとこんな感じ。素晴らしいキットですね。今まさに頭の中が真っピンクで、次回ファラクトを作るぜとか言って女体に走る俺には最高のキットだ。さて今日はこのキットをさくら行きまーす。ゴーゴー。タイマニーの井川桜風に作っていくぜ。俺のビプラがいつもタイマニーにしか見えないっていうそこのデュエリストは、今日は本物のタイマニーを見せてやるぜ。では改造の方行くぜ。まずは改造をする前に細かい下処理から。合わせ目にはミスターセメント SP を流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させたら、スポンジヤスリ400番から600番で表面を整えます。既存のモールドには 0.2mm のタガネでモールドを彫り直し、墨入れをしやすくします。彫り直した部分は表面が粗くなっているので、しっかりとヤスリで表面を整えます。プラモの宿命パーティングラインには、デザインナイフでカンナ掛けをしてから600番のヤスリで表面を整えます。最後に面出し。このキットは結構パーツの角が丸くなっているので、クラフトヤスリの細めでしっかり面を出していきます。これにより塗装した時かっこよく仕上がります。さてここからはお待ちかねのスケベな改造だ。
腰にはあやつきで余っている腰パーツをベースにタイマニンスーツを作ります。その前に足らないパーツの部分に程よくプラ板をカットし、ミスターセメント SP で接着してからタミヤエポキシ造形パテを使い形を整えます。ある程度整えた腰回りがこんな感じ。さすがはマガ付きボディ。ここまでですでにスケベ。ここにシャーペンでスーツの造形をマーキングし、そこにパテを持ってスーツを作っていきます。よく乾燥したら棒ヤスリやスポンジヤスリなどを使い、スーツのラインの造形を整えます。そしてここからはスカートを作っていくのだが、一からフルスクラッチするのは非常にめんどくさい。何か使えそうなパーツはないかな。君、俺と今目が合ったな。スカートをかけて貴様にデュエルを申し込むぜ。大丈夫。スカートがなくなってもカバンで隠せば。というわけで、総裁少女庭園の高梨暦からスカートをぶんどってきました。しかしこのまま使うのは少し大きすぎるスカートなので、まずは邪魔な部分をカットし、一度試着させます。そこでさらに邪魔になりそうな部分をシャーペンでマーキングしたら、超音波カッターを使い大雑把にカットしていきます。大体の形が整ったらミスターセメント SP を使い接着させていきます。さらに接着したら体にフィット感を出すためにヤスリでスカートの形を整えます。大体整った形がこんな感じ。ここからさらに井川さくらの特徴的なギザギザなスカートを足します。そのために 0.5mm のプラ板とヘアアイロンを用意します。この 0.5mm のプラ板をヘアアイロンで柔らかくし、腰のサイズに合わせます。合わせたらいらない部分をハサミでカットして形を整えてから、スカートのギザギザをシャーペンでマークして、さらにハサミで切って形を整えます。ここまで来たらミスターセメント SP であとは腰に接着します。最後にスカートに合わせてスーツのラインを作れば腰回りの完成。できた腰回りがこんな感じ。よーし、感度が上がってきた感じがするぜ。だがしかしこのスーツ作りは腰だけではない。その他のスーツ造形もサクッと見ていこうぜ。まずは胸はリラックスソフィアで1個いい感じのやつが余っているので、このパーツの表面を整えてからスーツのラインを作ります。作った上半身がこんな感じ。さらに腕には腕のアーマーを取り付ける用の 3mm 軸の穴があるのだが、段差になっており地味にパテ盛りがめんどくさいため、カットしてからパテ盛りをしていきます。最後に足はフィギュアの井川さくらを見本にして造形をします。太ももには尖ったデザインの造形があるので、折れないようにプラ板を挟んでからパテを持っていきます。そしてパテを持ってスーツ造形を作ったのがこんな感じ。そして一通りできたスーツがこんな感じ。完璧だな。あとはこの間変わってきたこの干潮と手錠を使い、タイマニンらしいポージングをしていこうぜ。だがそのためには綺麗な塗装が必要だぜ。一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させてから塗装いくぜ。さあまずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。そして今回は下地にサーフェイサーパステルピンクを使い、この後塗る黄色や肌色の発色を良くさせます。その肌色にはフレームアームズガールカラー FG03 とノーツフレッシュを混ぜ肌を塗ります。ここに色を調整し影を塗り肉付きを表現します。塗る前と塗った後の太ももがこんな感じ。これをやるだけでぐっと良くなります。次に今回は井川桜風なのでサンシャインイエローピュアオレンジプライマリーメタリックを著色し、黄色のメタリックを塗ります。さらに塗り分けとしてピュアオレンジを強くして足や腕周りのオレンジを塗ります。一部武器には黄色オレンジとグラデーション塗装をし、その上から純色マゼンタで綺麗な角武器に仕上げます。髪の毛にはピュアホワイトにサンシャインイエローを少し混ぜ、白寄りの黄色で髪を塗ります。その上からピュアホワイトでハイライトを塗り、トップコートのクリアで下地とハイライトをコーティングします。そして黄色を多めに混ぜ影を大雑把に塗ります。大雑把に塗るとハイライトと影がこのようにはっきりしないので、メラミンスポンジを使い塗りすぎてしまった影をこすり取っていきます。だがこの時こすりすぎると下地もこすり取ってしまうため、こすりすぎには注意が必要っていうことだぜって言っている間にこすりすぎてしまったためハイライトが強く出てしまった。この場合は再び影を軽く塗り全体の色味を調整すれば OK だ。髪の毛を処理している間に塗料が乾いたパーツにはマスキングをしてタイツになる部分にパンツァーレッド、コバルトバイオレット、ピュアブラックでタイツの下地を塗ります。
その上から髪留め用のネットをかぶせ、ファレホのブライトブロンスを塗ります。塗るとこのようなキラキラした足になるので、ここに下地で使った塗料でグラデーション塗装をします。できたタイツがこんな感じ。一気にタイマニンの香りがしてきただろう。タイツ以外のインナースーツには影になる部分にコバルトバイオレットを強めに混ぜ、黒紫色でグラデーション塗装。これでタイツの色味との差をつけます。次に武器類。武器の持ち手や関節類にはスターブライトアイアンを塗り、よく乾燥したらマスキングをしてスターブライトシルバーで塗り分けをします。さらにこれだけだと色味に統一感がなくなるので、スターブライトアイアンに純色マゼンタとローズティープレッドを混ぜ、赤メタリックで一部塗り分けをします。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。ここからは筆などによる部分塗装。まずは足やボディにタミや墨入れブラウンを使い、墨入れをします。はみ出してしまった部分にはエナメル薄め液を使い拭き取ります。さらにメタリック類のパーツ類にはエナメル塗料のレッドとオレンジを混ぜ、墨入れをします。ここも同じくはみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ります。次にフェイスパーツ。顔のデカールは付属のデカールを貼ります。口周りにはホワイトとレッドを混ぜ、ピンク色に塗ります。口は大雑把に塗ってから綿棒で調整すると綺麗に塗れます。口が描けたらチーク。100均で売っている化粧品でチークを描きます。塗りすぎてしまった場合はティッシュなどでこすって調整すると綺麗に仕上がります。最後にトップコート。タイマニンスーツにはクリア単体でトップコートを塗り、その他の武器やタイツ類にはクリアと艶消しをハーフに混ぜ全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。これがこのチャンネル3人目のタイマニンだ。今回の井川桜風のソフィアの改造はいかがだっただろうか。もうタイマに年一で作ってますね。いろんな意味で癖になってる。しかも今回小道具を使ったんですが、こちらもまた素晴らしい小道具だった。形状はやばかったですね。つけると一気に背徳感がやばい。それに合わせて干潮を使ったせいで臨場感がさらにアップしてすごかったです。変態紳士諸君にはぜひおすすめの小道具たちなので、下の概要欄にディーラーさんの TwitterURL を貼っておくので、よかったらチェックしてみてほしいぜ。それでは井川桜は改造されるくらいいいんだよって思った方はチャンネル登録グッドボタンを押していってくれると嬉しいぜ。それとタイマニにしてほしいプラモがあったらぜひコメントしていってほしい。今後のプラモ制作の参考にするぜ。遊戯、あなたファラクトを作るって言ったのに一体いつ作るの？次回ファラクトを作るって言ってから一体どれくらいの日が経ったと思ってるの？
いい加減作りなさいよ。準備をするって？準備って何よ？まさかまた海馬くんから？もうやめて。海馬くんの財布はゼロよ。次回海馬シスデュエルスタンバイ。